皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に日本語の違います。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。これは20回目のスタラジエピソードです。皆さんいつもありがとうございます。スタラジ5ヶ月目ですね。いやー、私たちも頑張りましたね。すごい。静香さんは日本語の先生5年目でしたっけ？どんな時に仕事のやりがいを感じますか？やりがいというのは、やってよかった、これ最高と感じることですね。私がやりがいを感じるのは、学生の皆さんが上手に日本語を話せるようになった時です。やっぱり成長を感じた時は気持ちがいいですよね。はい、今日はできるようになったことについて勉強しましょう。エピソード19ではようにするを勉強しました。ようにするとようになるは違うと言っていましたね。はい、私の学生 J さんは10ヶ月日本語を勉強しています。毎日新しい漢字を5つ覚えるようにしていたら N 語の漢字が全部読めるようになりました。毎日漢字を覚えるようにしたので漢字が読めるようになった。はい、最初のようには気をつけていること、2つ目のようには成長したことです。静香さん、今までにもどうしましたか、どうなりましたかとか、大きくする、大きくなるの違いを勉強しましたね。はい、しますとなりますの違いですね。そうです。自分の力で何かを変えるときはします。状況や季節、物が変わるときはなりますですよね。学生 J さんは日本語を頑張ろうと思って自分で生活環境を変えて漢字を覚えるようにしました。 J さんの日本語レベルが変わったから漢字が読めるようになったんですね。それからこのできるようになるは必ず可能形を使います。漢字が読めるようになる、わさびが食べられるようになる、勉強できるようになるです。今習ったことに注意しながらスキットを聞けば分かりやすいですね。はい、それではスキットに行きましょう。会社員のエミリーさんと同僚のひろきさんの会話です。エピソード2の2人ですね。ひろきさんは一人で住みたいと言ってアパートを探していましたね。どうなったんでしょうか。おはようございます。おはようございます。ひろきさん、仕事は9時からです。今は8時55分ですよ。最近いつもギリギリに会社に来ますけど、大丈夫ですか？一人暮らしを始めたから朝起きられなくなってしまって。朝ごはんを食べる時間もないんですか？いや僕朝が弱いんですよ。7時に起きるようにしているんですが結局ギリギリまで寝てしまいます。朝が弱い、夜は強いですか？昼は？ああ、朝が弱いというのは朝起きるのが苦手だという意味ですよ。へえ、私は日本に来て3年になりますけど、まだまだ知らない言葉がたくさんありますね。勉強になりました。お、時間ですね。今日も頑張りましょう。エミリーさん、今日はコンビニ弁当ですか？はい、日本のコンビニが大好きなので、新しい商品が出たら必ず食べるようにしています。イギリスにいた時は全然コンビニを使わなかったのに、日本で仕事を始めてから毎日使うようになりました。コンビニは弁当もスイーツも美味しいし、どこにでもあるから便利ですよね。最近は荷物も受け取れるようになったし、
写真もプリントアウトできるようになったし、何でもできますよね。そうですね。私は家に帰る時間が遅いので、よくコンビニで晩ご飯を買っています。僕も昔はコンビニでよく買い物をしましたけど、一人暮らしを始めてからお金のことを気にするようになったので、全然使わなくなりました。今はスーパーで買うようにしています。ああ、だから今も自分で作ったお弁当を食べているんですか？はい。自分で作れば安くなりますから。前は卵焼きも作れなかったんですけど、今ではオムライスも作れるようになりましたよ。卵といえば、私は日本に来る前は生卵はありえないと思っていましたが、今では卵かけご飯も食べられるようになりました。面白い話があるんです。初めてすき焼きを食べた時、卵を鍋に入れて料理していたら、お店の人がびっくりして。あれは焼いた牛肉を生卵につけて食べる料理ですからね。確かにちょっとグロテスクですよね。そうでしょ？でも食べてみたら美味しくて、それから生卵が美味しいと思えるようになりました。ひろきさんは朝起きられなくなったと言っていましたが、一人暮らしは大変ですか？そうですね。家族と住んでいた時は車があったので、車でいろいろな場所に行ったんですが、今は運転しなくなりましたね。その代わり自転車に乗るようになりました。車は必要だと思っていましたが、車がなくても大丈夫だと分かりました。大変なこともありますが、今は楽しんでますよ。あ、それわかります。私もイギリスの田舎に住んでいたので、毎日車に乗っていましたが、日本の都会に住むようになってから、たくさん歩くようになって健康になりましたよ。エミリーさんは日本に来て3年目だと言っていましたが、イギリスに帰りたくなりませんか？もちろん、時々帰りたくなります。でも、やっと日本語が上手に話せるようになったので、今はまだ日本で頑張りたいですね。エミリーさんの日本語は完璧ですよ。僕も外国語を話せるようになりたいな。勉強を始めたのは3年前ですか？日本に来て3年目ですが、5年くらい前から勉強しています。でも、やっぱり日本に来て、毎日日本語を話すようになってから上手になったと思います。最近やっと日本語のアニメも字幕を見ないで理解できるようになりましたよ。私の次の目標は日本語で漫画が読めるようになることです。頑張ってください。僕は最近一人暮らしを始めて料理ができるようになったので、次の目標はお菓子が作れるようになることです。その前に朝7時に起きられるようになることの方が大切だと思いますけど。あエミリーさんはいつも何時に会社に着くんですか？30分前、8時半に着くようにしていますよ。私も1年目の時は9時ギリギリに会社に来ていたんですけど、部長に注意されたんです。その時は、仕事は9時スタートですから何が問題ですかって思ってたけど、最近のひろきさんを見て、部長の気持ちがわかるようになりました。エミリーさん、日本人っぽくなってきたっていうことですね。僕もギリギリに会社に来るのはちょっと思うので、もう少し早く会社に来るようにします。早く寝れば早く起きられるようになりますよ。頑張ってください。ひろきさんは一人暮らしを始めて生活スタイルが変わったみたいですね。しないようになったこともあるし、できるようになったこともありましたね。それではレッスンに行きましょう。スタラジ日本語レッスン。静香さん、僕も注意してスキットを読んでいましたが、ようにとなりますがたくさんあって難しかったですよ。はい。でも、ヨッシーには違いがわかりますよね。スキットを聞いてみましょう。僕も昔はコンビニでよく買い物をしましたけど、一人暮らしを始めてからお金のことを気にするようになったので、全然使わなくなりました。今はスーパーで買うようにしています。自分で作れば安くなりますから。前は卵焼きも作れなかったんですけど、今ではオムライスも作れるようになりましたよ。ここには4つのなりますと3つのようにがあります。
A、お金のことを気にするようになりました。B、全然使わなくなりました。C、スーパーで買うようにしています。D、自分で作れば安くなります。E、オムライスも作れるようになりました。C のようにしているは気をつけていることですからエピソード19で勉強しましたね。それから D の安くなるは形容詞プラスなりますですからそんなに難しくないです。はい、今日は A と B と E のなりますを勉強しましょう。じゃあ A からいきましょう。お金のことを気にするようになるですね。静香さん、最初にようになるは可能形とセットだと言っていましたけど、これは可能形じゃないですよね。よし、いい質問ですけど惜しいですよ。ちょっと思い出してください。それからこのできるようになるは必ず可能形を使います。 A はするようになるの文法です。できるようになるは E の文法ですね。まずは A のするようになるを勉強しましょう。もう少しスキットを聞いた方が分かりやすいですね。その代わり自転車に乗るようになりました。でもやっぱり日本に来て毎日日本語を話すようになってから上手になったと思います。乗るようになった、話すようになった、辞書形ですね。はい、これは自分のライフスタイルが変わった時に使います。自分で頑張って生活を変えたい時は、痩せたいから自転車に乗るようにしましたと言いますが、住む環境が変わったから生活も変わった時は、車がないので自転車に乗るようになりましたと言います。ライフスタイルですか？なるほど。静香さんは5年前と今何か変わりましたか？そうですね。会社員の仕事を辞めたので、家で仕事をするようになりましたよ。ヨッシーはどうですか？僕も家で仕事をするようになりました。会社にあまり行かなくなりましたよ。行かなくなりました。これは B の文法ですね。ライフスタイルの中でしなくなったことです。昔はしていたけど今はしないことですね。はい、これはようにを使わないのでそこだけ注意してください。もちろん内形です。じゃあよし、いい例文を考えてください。最近タバコが高いので吸わなくなりました。学生の時はよく山田さんと遊んでいたが卒業してから会わなくなった。あの日から弟は笑わなくなった。最後の例文はちょっと怖いですね。映画やアニメみたいです。映画やアニメを見るときはちょっと注意して聞くようにするといいですね。はい、この聞くようにするはエピソード19のようにです。気をつけることです。日本語の勉強にリスニングは大切ですからね。アニメの日本語が理解できるようになると嬉しいですよね。理解できるようになる。これは E の文法ですね。はい、皆さんお待たせしました。できるようになるを勉強しましょう。これは可能形の文法です。ではまず可能形を作りましょう。よし、お願いします。私からいきます。行きます。いけます。飲みます。飲めます。話します。話せます。食べます。食べられます。借ります。借りれられます。よし大丈夫？借ります。借りられます。はい。皆さんも気をつけてください。はい。
来ます。来られます。はい。します。できます。はい。そうです。日本に来て生卵を食べるようになりましたは生活が変わったということ。日本に来て生卵が食べられるようになりましたは新しいスキルをゲットしたということですね。そうです。今までいろいろなようにを勉強しましたから、もう皆さんわかりますよね。よし、私がセンテンスの前半を作りますから、後半何々できるようになったを考えてください。わかりました。リスナーの皆さんも一緒に考えてみましょ日本に3年住んだので、う。日本語を話せるようになった。日本に3年住んだので、漢字が読めるようになった。日本に3年住んだので、日本料理が作れるようになった。静香先生、日本に3年住んだので日本語が話せますと言ってもいいと思うんですけど。そうですね。意味は同じです。できるようになるは N4 レベルです。この文法を使うと人の成長がわかりますね。変化、つまり何かが変わったと言いたいときはなりますを使った方がいいんですね。はい。一つ注意したいのが、わかるようになるはできるようになるという意味です。どういう意味ですか？わかるには可能形はありません。わかることはできることだからです。わかられるという言い方はしないんです。なるほど。わかるは理解できるということですからね。他の理由や他にも可能形がない動詞はあるんですが、今はこの考え方でいいと思います。静香さん、この A から E の文法がよくわかるようになったので、もう一度スキットを聞きたいです。はい、そうですね。もう一度スキットを聞きましょう。今回は少しゆっくりになります。どうぞ。おはようございます。おはようございます。ひろきさん、仕事は9時からです。今は8時55分ですよ。最近いつもギリギリに会社に来ますけど、大丈夫ですか？一人暮らしを始めたから朝起きられなくなってしまって。朝ごはんを食べる時間もないんですか？いやー、僕朝が弱いんですよ。7時に起きるようにしているんですが、結局ギリギリまで寝てしまいます。朝が弱い？夜は強いですか？昼は？ああ、朝が弱いというのは朝起きるのが苦手だという意味ですよ。へえ、私は日本に来て3年になりますけど、まだまだ知らない言葉がたくさんありますね。勉強になりました。お、時間ですね。今日も頑張りましょう。エミリーさん、今日はコンビニ弁当ですか？はい、日本のコンビニが大好きなので、新しい商品が出たら必ず食べるようにしています。イギリスにいた時は全然コンビニを使わなかったのに、日本で仕事を始めてから毎日使うようになりました。コンビニは弁当もスイーツも美味しいし、どこにでもあるから便利ですよね。最近は荷物を受け取れるようになったし、写真もプリントアウトできるようになったし、何でもできますよね。そうですね。私は家に帰る時間が遅いので、よくコンビニで晩ご飯を買っています。僕も昔はコンビニでよく買い物をしましたけど、一人暮らしを始めてからお金のことを気にするようになったので、全然使わなくなりました。今はスーパーで買うようにしています。ああ、だから今も自分で作ったお弁当を食べているんですか？
はい、自分で作れば安くなりますから。前は卵焼きも作れなかったんですけど、今ではオムライスも作れるようになりましたよ。卵といえば、私は日本に来る前は生卵はありえないと思っていましたが、今では卵かけご飯も食べられるようになりました。面白い話があるんです。初めてすき焼きを食べたとき、卵を鍋に入れて料理していたら、お店の人がびっくりして、あれは焼いた牛肉を生卵につけて食べる料理ですからね。確かにちょっとグロテスクですよね。そうでしょう？でも食べてみたら美味しくて、それから生卵が美味しいと思えるようになりました。ひろきさんは朝起きられなくなったと言っていましたが、一人暮らしは大変ですか？そうですね。家族と住んでいた時は車があったので、車でいろいろな場所に行ったんですが、今は運転しなくなりましたね。その代わり自転車に乗るようになりました。車は必要だと思っていましたが、車がなくても大丈夫だと分かりました。大変なこともありますが、今は楽しんでいますよ。ああ、それわかります。私もイギリスの田舎に住んでいたので、毎日車に乗っていましたが、日本の都会に住むようになってから、たくさん歩くようになって健康になりましたよ。エミリーさんは日本に来て3年目だと言っていましたが、イギリスに帰りたくなりませんか？もちろん時々帰りたくなります。でもやっと日本語が上手に話せるようになったので、今はまだ日本で頑張りたいですね。エミリーさんの日本語は完璧ですよ。僕も外国語を話せるようになりたいな。勉強を始めたのは3年前ですか？日本に来て3年目ですが、5年くらい前から勉強しています。でもやっぱり日本に来て毎日日本語を話すようになってから上手になったと思います。最近やっと日本語のアニメも字幕を見ないで理解できるようになりましたよ。私の次の目標は日本語で漫画が読めるようになることです。頑張ってください。僕は最近一人暮らしを始めて料理ができるようになったので、次の目標はお菓子が作れるようになることです。その前に朝7時に起きられるようになることの方が大切だと思いますけど。エミリーさんはいつも何時に会社に着くんですか30分前、8時半に着くようにしていますよ。私も1年目の時は9時ギリギリに会社に来ていたんですけど、部長に注意されたんです。その時は、仕事は9時スタートですから何か問題ですかって思ってたけど、最近のひろきさんを見て部長の気持ちがわかるようになりました。エミリーさん、日本人っぽくなってきたということですね。僕もギリギリに会社に来るのはちょっとと思うので、もう少し早く会社に来るようにします。早く寝れば早く起きられるようになりますよ。頑張ってください。よし、今日もスペシャルコンテンツはありますか？はい。前回最後と言っていましたが、今日も、はい、用意しました。はい、じゃあヨッシーが作ってくれたので、せっかくなので聞いてみましょう。はい、今回はダンスミュージックです。それでは皆さんぜひ聞いてあげてください。どうぞ。やめたんだ以降、体が軽くなる。一個やめて楽になる。誰かに合わせなくなる。自分のリズムで動けるようになる。踊り出す準備ができた。誰にも縛られなくなる。自分に
はい、皆さんどうでしたか？皆さんちょっと踊って何々するようになるっていうちょっとフレーズを覚えてください。はい、よければ音楽もたくさん聴いてあげてください。音楽、はい。静香さん、スキットについてですが、仕事は9時スタートで、ひろきさんは8時55分に会社に来るんですね。これはギリギリですね。静香さんはどう思いますか？ギリギリはデッドラインの前、あとちょっとでアウトなところのイメージですね。特に時間に関係する分によく使われます。ひろきさんは毎日ギリギリの時間に会社に来るので、エミリーさんはあまりいい気分じゃないんですね。私も正直ギリギリに会社に来るのは良くないと思いますけど。でも仕事の時間にはギリギリ間に合ってるんですから問題ないという意見もありそうですよ。エミリーさんは考え方が日本人っぽくなってきたと言われていましたね。皆さんはどう思いますか？ギリギリに会社に来てもいい？せめて10分前に来た方がいい？それともエミリーさんみたいに30分前？知りたいですね。ぜひコメントで教えてください。はい、それから日本語を勉強してできるようになったことも教えてください。僕たちはこれからもスタラジオを続けます。皆さんも日本語の勉強を一緒に楽しみましょう。エピソード21もよろしくお願いします。それではまたね。